こんにちは、まるみです。今日は軽トラキャンで車中泊をしようと思います。軽トラキャンっていうのは、じゃん。このね、軽トラの上に、家みたいなのが乗ってて、この中で車中泊をします。この軽トラキャンは、車はね、ハイゼットジャンボという車の上に乗っていて、ジャムキャリーハウスという新築やリフォームを扱う住宅メーカーの内山工務店さんが手掛けた高気密高断熱な軽トラシェルのジャムキャリーハウスというものです。この車ね、仲良くさせてもらってる車中泊系 YouTuber のあいたのさんがプロデュースしてて、今日ね、あいたのさんからお借りしてきました。一周回るとこんな感じです。今ね、20分ぐらい前に着いて、このね、後ろ側になるんですけど、エアコンをすでにね、入れてます。そこからね、こういう感じでコンセントで RV パークの電源に今つないでます。この外の素材が住宅で使われてるね、ガルバリウムでできていて、なのでね、ちょっとやそっとじゃ壊れない。もう本当に車の上に積んでる家っていう感じですね。ここもね、前のバンク部分が宮大工さんの技術を使ってるので、木をうまいこと曲げてます。パッと見ね、小さく見えるんだけど、中がめちゃくちゃ広いんですよ。ちょっと中に移動します。入り口はこんな感じで、車の中から移動はできないので、一回外に出てここを開けます。ちょっといろいろ荷物は積んであるんだけど、こんな感じです。じゃあ早速中に入ります。室内はこんな感じです。ちょっとね、今ね、私の荷物がめちゃくちゃいっぱい置いてあるんだけど、ざっくり説明すると、上がバンクベッドになってて、でここに棚があって、付属の椅子が1、2、3、ここにねテーブルがあって、で窓が1つ、出入り口1つ、テーブルの奥にも窓が1個あります。あとは換気扇。こんな感じでテーブルを下げるだけでね、付属の椅子を使えばね、もうくつろぎの空間ができました。ちょっとね、全体のサイズ感とか、立ったらこんな感じとか、説明したいことは山ほどあるんですけど、ちょっとね、疲れちゃって、来るまでにね、渋滞にはまって時間がかかったので、なのでね、ちょっと一旦、のんびりくつろいでから細かい説明をしたいと思います。すぐ沸いた。借り物だから落としたり汚したりがめっちゃ緊張する。コーヒーのいい香り。車内でのね、料理とかはね、換気扇ついてるのでね、匂いつくもので問題ないって言われたので、空気読まずにがっつりコーヒーの香りをつけます。お腹空いたから早くおやつを食べたい。一日のうちにね、絶対1回はね、おやつ食べて癒しの時間。じゃん、チョコビいただきます。美味しい。今日ね、ホットコーヒーで、本当はアイスコーヒーにしたかったんだけど、普通に氷買ってくるの忘れちゃって、暑いよね、ホットだとって思ってたんだけど、今日全体的に温度もそこまで高くないし、このシェルの中ね、エアコンつけてるのでね、全然ホットでも問題なく飲めます。い
ただきます。おいしい。なんかチョコビってしんちゃんのアニメを小さい頃見てた時、どちらかといえばコアラのマーチみたいなのを想像してたんだけど、初めて食べた時はね衝撃でした。でも美味しい。広いよね。だってさ、いつも私がしてる車中泊ってまず足曲げられなくってエコノミー症候群にならないか心配で、よく外にね買い替えに行くのに、ここならねこんな座って足まで組めちゃう。めっちゃ快適。この角っこの空間でスマホいじってのんびりコーヒー飲んでたんだけど、リアルに小さな家みたいな感じで3畳ぐらいの部屋で隅っこ暮らししてる気分。なんか車中泊っていうか、すごい快適って思って、なんかすごいくつろいじゃった。ごちそうさまでした。おやつも食べたことだし、ちょっと車内のね紹介をしたいと思います。今ねそこでくつろいでたんだけど、テーブル出してこっち側もねスペースあるので、私みたいなソロの場合は椅子1個でいいんだけど、例えばパートナーだったり友達だったりが来る場合は、ここにこの椅子を移動させて、こうすればね向かい合ってご飯を食べることができます。テーブルもね高さ結構あるので、普通に足組んでねくつろぐことができるのがねすごいなと思いました。このテーブルと椅子3つとバンクベッドと窓が2つで、ここの棚とバンクベッドのとこには空気口が1つで、入り口の横には換気扇が1つ。これがね全部標準装備でついてます。窓はねこんな感じで開けることができます。なのでね空気の入れ替えとかもできますね。ただね網戸ないので、虫はね暗い中で電気つけてると入ってくるので、ちょっと私は今日は閉めときます。この窓ね二重窓になってるので、要は間に空間があるので、断熱とかこういう涼しいのを外にね簡単に出さないので、どの季節でも便利だと思います。こっち側にある窓は同じく二重窓なんですが、これはねはめ殺しなので開きません。さすがね住宅メーカーがね作ってるだけあって、壁もねすごいしっかり厚くて、断熱材がねがっつり入ってます。今はね夏で、ちょっと外暑いんだけど、やっぱその暑さがダイレクトには来ない。で冬もやっぱり寒さがダイレクトには来ない。この断熱材ってね車中泊する上でねほんと環境が変わるので大事だと思います。で内装はビニールクロスで仕上げられてるので、ほんと家みたいですね。で床はこんな感じなんですけど、このね高さ30センチぐらいまでなんかフローリングっぽいのが貼ってあって、かなりね丈夫でできてるので、ワンちゃんと車中泊行く時とかここねガリガリやられてもね問題ないと思います。多分猫ちゃんの爪も大丈夫。かなりしっかりしてる。ごめんね、せっかくのね素敵なシェルなのにちょっとねだいぶ物が溢れちゃったんだけど、今説明したこの標準装備、標準ボディだったらシェルの本体は 137.5 万円、ハイゼットジャンボ用だったら132万円で販売してます。入り口の横にエアコンがねもうすでに取り付けられてます。これはね標準装備ではなくオプションなんですけど、やっぱエアコンあるだけで車内の温度がね夏でもね全然快適に過ごせます。なのであるとないのでだいぶ違うと思います。でエアコンに関してはこの横に小さなね扉があって、これを開けるとじゃじゃーん、窓になってて、でこのね窓を開けることで後ろ側のね熱をこの外に逃がしてます。ここはね結構外なんですけど暑いですね。車中泊するときに左側にね車がいない状態が一番望ましいですね。やっぱ車が近くにあると窓開けられないので、でここ閉めないと虫入ってきちゃうので閉めときます。でエアコンはねかなり涼しくて、ここにリモコン入れがあって、このリモコンで操作しました。で音はね結構しますね。車中泊を楽しむ分には問題ないですね。撮影するとねちょっとボーって常になってるんだけど、そこまで私は気にならないですね。寝るときね音が気になる人は、エアコン切るか耳栓するかの2択かなと思います。このエアコンはどっから電源引いてるかっていうと、今日はもうね暑いのでつけっぱにしようと思って、バッテリーがなくならないようにコードを伝って、ちょっと今ねここぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、ここから外に出してます。で外の RV パークの電源に挿してます。例えばキャンプ場とかでコンセントないよっていう場合は、あんま
まりね、長時間ポータブル電源で使うと、ポータブル電源のバッテリーね、なくなっちゃうので、ちょっとの間涼むとか、春とか秋とかにちょっと涼みたいだけで使うっていうんだったら、ポータブル電源でも問題なく使えます。ただ長時間使うんだったら、やっぱり外からね、充電持ってきて、エアコンは独立した電源で使う方が良さそうです。ちなみにエアコンは冷房のみです。エアコン以外のこういうライトとかそういう電源はどっから取ってるかというと、これもオプションなんですが、エコフローのデルタ2マックスとこのオルタネートチャージャーでバッテリーを賄ってます。普通に料理して普通に電源使うぐらいめちゃくちゃ大量に使うとかじゃなければね、全然これ1個で1泊2泊は余裕で持ちますね。エアコンずっとつなげるとちょっとわかんないけど、このオルタネートチャージャーっていうのがすごくて、ちょっと原理をね説明できないんだけど、簡単に言うとサブバッテリーをわざわざ組まなくても、これ1個でね、走行充電が600ワットとかで充電できるっていうめちゃくちゃ優れものなんですよ。だいたいね、キャンピングカーとか車中泊長期でしてる人ってサブバッテリーをなんか自分で頑張って組まれたりするんですけど、これ1個でね、賄えるってすごいなと。車中泊界隈ではこれはかなり画期的なものです。デルタ2マックスとオルタネートチャージャーと、あとはこの照明ですね。こちらの天井を伝ってるキラキラした電気。あとは壁のね、3箇所のコンセントがその電装セットに含まれてます。今ね、結構このコンセントとかがこういう丸見えなんですけど、この車はね、試作品というか、実際販売するものとはちょっと違うので、販売時はね、コンセントの跡とかが綺麗に整います。で、さらにオプションは、このさっきね、説明した二重の窓が三重構造にもね、できます。こことそこ。よりね、涼しさや暑さから守ってくれます。ちなみにサイズ感は、天井はね、こんな感じで、私はね、全く背伸びしても頭つかないです。高さは147センチなので、大体の女性は大丈夫じゃないかなと思います。男性でもね、人によっては問題なく立てます。あとは、単純に背が例えば180センチある人でも、ちょっと頭かがむ形でね、ほとんど体が立てられるので、それはね、だいぶ楽だと思いますね。いつも私が車中泊してる車だと高さ120センチぐらいしかないからね、基本中腰なので、これはね、やっぱ軽トラキャンの魅力だなと思いました。シェルの中の広さが、床の幅が1230ミリ。で、高さが1740ミリ。この床の一番長いところが1770ミリなので、例えばバンクベッドってやっぱちょっと圧迫感あるからそういうのが苦手だよっていう人は、この下で寝ることもできます。バンクベッドはね、展開すると1850ミリなので、大体の人が問題なく寝れるかなと思います。バンクのここの高さが500ミリですね。夜寝るとき展開するのがめちゃくちゃ楽しみです。軽くゴロゴロしたくて上のね、バンクベッドをね、展開するのはちょっとね、まだめんどくさいなと思ったので、展開しちゃうと、その後、またここでくつろぐとき戻さなきゃいけないので、下にちょっとマット引いて、昼寝はさすがに時間的にしないけど、ちょっとね、ゴロゴロしてようと思います。では、ちなみに160の私が足を反対側の壁につけると、こんぐらいの、15センチぐらいスペースができます。170ぐらいの男性までが結構ギリギリかなっていう感じですね。175になってくると丸まりながら寝るかっていう感じなので、背高い方はね、寝るならちゃんと上のバンクベッドで寝た方がいいと思います。おはようございます。結局寝てました。時間で言うと30分ぐらいかな。もう暗くなってきたので、そろそろ夕飯を作ります。ご飯を炊きます。じゃん。無洗米。これ以前ね、フィールドスタイルに出た時に来てくれた視聴者さんからいただいて、ありがたく使わせてもらいます。これ折れるタイプか？違った。ここの RV パークは洗い場とかそういうのはなくて、電源とトイレとお金を払えばゴミが捨てれるサービスがあります。すごい。ここに水入れて水が測れるわ。キャンプの時便利。キャンプで使えばよかったな。いいか。洗い場がないから、できるだけね、水とかそういうゴミが出さないように。前に作った自作ギャレーなんだけど、持ってくるか悩んだけど、ない状態でね、どんな感じで楽しめるかを考えたので、ギャレーは置いてきました。これでね、必要な水の量をね、測れるんだって。じゃあ
これでちょっと放置します。今日はギャレー持ってきてないんだけど、もし自分がね、このシェルを買ったら、ソロだから、このテーブルの向こう側で基本的に過ごして、ここにギャレーを作ろうかなと思います。こう、立って使えるぐらいのサイズ感。そしたらね、洗い物もできるし、顔も洗えるし、このシェルって結構シンプルな作りだから、そういうね、DIY したい人にすごい向いてるみたいで、私ね、結構いろいろいじくり回したいんですよ。この入り口にギャレーと、あと靴箱とかもね、作りたいね。もし DIY するなら。そう、この壁がね、中に鉄板が入ってて、こうやって磁石がくっつくんですよね。そう、今温度計ここに吊るしてる25度。そう、だから、オプションの電気系統を全くつけなかったとしても、自分で持ってきたライトをこういうね、フックとかにくっつけて、ライトにしたりとか、この電装セットあるのはいいけどね。めっちゃ明るいし。今回荷物ね、めちゃくちゃ多く持ってきちゃったから、基本的にこの棚をね、物置き場にしてるんだけど、もしソロだったら、このテーブルを使わずに、ここを引っ張ると、ここまでね、テーブルが来るんですよ。ちょうどこれがうまく重ならないように、高さも調整されてて、調理の荷物とかを下に置いて、こんな感じでね、囲まれた感じで料理したりとか、これを片付けて、こっち側をテーブルとして使って料理したり、女性だったら化粧したりとか、そういうね、使い方もできるのはね、すごいいいなと思います。ここもね、こういう磁石がね、ひっつくようになってるので、例えばここにシェラカップを引っ掛けといたりとか、ボックスタイプの磁石ついてるやつ買って調理系のカトラリー入れたりとか、そういうね、使い方もね、できますね。イメージがね、いろいろ妄想できてね、楽しい。よし、30分経ったので、炊飯。ご飯が炊けたので、このままちょっと蒸らします。よし、ご飯の準備しよう。チーズタッカルビを作ろうと思います。換気扇あるから匂い強いもの作っても大丈夫って言われたから、匂い強いもの作っちゃうけど大丈夫かな？匂いが残ったら明日換気頑張ります。毎度おなじみの、なんだっけ、もうダメだ、いろんな名前すぐ忘れちゃう。キャンパーに人気のやつ。油をひいて、お肉唐揚げ用で大きいからちょっと切りたいな。一回ストップ。包丁は持ってるんだけどめんどくさいからハサミで切ってきます。こっちのが圧倒的に早い。チーズタッカルビって大体お肉超ちっちゃいもんね。鶏肉に火が通るまで炒めます。細かく切ったからね、火通るのすごい早そう。量がさ、そもそも一人前じゃないよね、これ。食べれちゃう自分が怖い。ざく切りキャベツを入れて、これね、もう切ってあるし洗わなくていいキャベツです。めっちゃ楽。炒める。大きいのはね、手でちぎろう。いい感じにしなしなになってきました。よし、じゃあ一回火を止めて、このタッカルビの素をかけます。あ、結構辛い。舐めちゃった。よく絡めて、火つけて再度炒めます。美味しそうになってきたよ。そしたら真ん中を開けて、チーズ。これでチーズが溶けたら完成です。おお、美味しそう。いやー、完成しました。よし、炊けてるかな、ご飯無事に。しっかり炊けてる。よかったよかった。このお米不足の時代に貴重なご飯、大事に食べよう。すごいふっくら炊けてる。よかった。いただきます。チーズ絡ませて。いただきます。美味しい。そして辛い。美味しい美味しい。
もうね、このチーズ絡ませて食べるのがめちゃくちゃ美味しい。幸せの味。美味しいけどこんなに食べれるかな。チーズ固まっちゃってる。ちょっと火入れる。最近韓国料理にハマってて、一番好きなのはヤンニョムチキンなんだけど、今日はねチーズタッカルビが食べたくて。私みんなより遅れてブームが来るんだわ。多分韓国ブームって結構前に来たのに今更来た。完食。もちろんこっちも。お腹膨れた。ごちそうさまでした。苦しい。ちょっともうお腹いっぱいすぎて。よく食べたな、一人であの量。2人前ぐらい。お米も1合食べてるし。ギャレーがないので、全部こうやってウエッティで拭いて持ち帰ります。換気扇の風力マックスにしたけど、さすがにこれは匂い残りそうだな。明日、窓ちゃんと開けよう。匂い残ったら申し訳ないな。ファブリーズ持ってくればよかった。立体的な汚れはキッチンペーパーで拭きます。ウエッティだとね、全然吸収してくれないし、汚れが広がっちゃうから。匂いがすると車内がね、この後ずっとその匂いになっちゃうから、ちっちゃいゴミ袋に入れて、だいたいね汚れが取れてからウエッティで拭きます。あとはね、家でね洗剤で洗うのでダメじゃん。これ明日の朝使うから念入りに拭いとこう。明日の朝もチーズタッカルビ味になっちゃう。まだね寝てないけど、今日一日このシェルで過ごしてすごいね良くて快適で、中で立てるし、高さがあるから結構風に煽られやすいから、すごい高速でビュンビュン行ってっていうのは私にはちょっと向かなそうなんだけど、近場のねこういうとことか下道でいろんなキャンプ場とか RV パークとかで車中泊できるなって思ったら、ちょっとガチめに欲しくなって今軽トラの中古車探し始めて。なんか軽トラ今値上がってるらしいね。快適な車中泊だなーって思ったらめっちゃ気になり始めちゃった。いい感じのがあって、走行距離1万キロの年式2018年で、総支払い額69万9000円で、これめっちゃ良くないって思って見てたら、マニュアルでしたね。私 AT 限定なんだよな。うわー残念。意外と軽トラって100万円以内で良さげなやつ結構あるなって思って。このシェル自体が、130万円ちょっとぐらいなんだけど、車は車で自分でね用意しなきゃいけないから、100万円の軽トラ買ったとしても足して230万円って高いけど安いのよ。例えばよくあるザ・キャンピングカーみたいなやつってどう頑張ってもねその値段ではね収まらないのよね。めちゃくちゃ中古の結構年季入ったやつとかだったらあるかもだけど、居住スペースがこの新品の状態でその値段はね無理なんだよねきっと。だからシェルだったらそれが叶うっていいなと思って。軽トラの方がダメになっちゃっても軽トラを買い替えればシェルはそのまま引き続き使えるっていうのもね結構魅力的だなと思って。これとか15キロしか走ってなくて2004年の104万円。またマニュアルだ。ご飯食べてから今1時間半くらいかな。もう食べるっていうもうね秋になってきたので梨を食べます。これねふるさと納税去年してやっと届いたので、私ねちょっとね梨ね特殊な剥き方するんよね。みんな多分こうじゃない？こっからくるくる回していけばリンゴの皮むきみたいにできるのよね。こうやるやつね。皮むきできなくはないけどこっちの方が圧倒的に楽なので私はこっちで剥きます。一度も切れずに剥けるかな。切れちゃった。でも半分以上ねこれた。綺麗に剥けました。私のナイフさばきが試されるとき。どや。こんなんでさどやる年じゃないんだけどね、できて当たり前というか、普段料理しなさすぎてたったリンゴとか梨剥いただけでどうやっちゃう。
おいしい。のんびり映画でも見ようかな。テーブルこっち側にいて、あそこのね壁にねちょうどスクリーンみたいに映せないかなと思って、あそこにね映しながら見ます。オプションでポータブル電源とオルタネートチャージャーのやつつけると、本当はねエコフローのアプリでこっからねライトつけて消したりができるから、今から電気消す時とか、あとはバンクベッド立てて寝る時に電気消すとかができるはずなんだけど、何回やってもね私がね接続できなくて、これね前もあったんだよね、エコフローのやつ使う時。今日車借りる時、相手のさんのニゴさんが接続したらできて、私のねスマホが多分なんかおかしいのかな。最近このスマホねすごい調子悪いから、それが原因なのかな。手動で電気消します。何見よっかな。話題の地面師たちでも見ようか。あ、間違えた、マイキストじゃなくて、面白いらしいね、すごい。では皆様お待ちかねのバンクベッドのお時間です。バンクベッドっていうのはこの板をここに並べることでベッドになります。この最後をはめると隙間こんだけしか開かずに、もうぴったりとベッドが出来上がりました。すごい。この棚がベッドがずれて落ちないような役割になってます。こっちもこのテーブルのとこでね、多少こっちのがゆとりはあるんだけど支えになってるし、こっち側がねしっかりついてるのでずれ落ちることはないです。下はねこんな感じでちょっと今隠れ家的な感じになってますね。これはこれで隠れ家っぽくて好き。ただねやっぱりこれベッドがねずっとあると立ち上がるとき頭ぶつけたりとか、ちょっと閉鎖的で、せっかくねこの背が高いシェルだともったいないので、寝る時以外は片付けといた方が過ごしやすいと思います。ここの高さが50センチなので、ちょっと閉所苦手な人は微妙かなって思ったんですけど、思ったより50センチってあるんだなって思いました。ベッドを広げていきます。このマット180センチぐらいかな。結構長めなんですけど、端からここまでちょうどぴったりサイズです。板がねすごい厚いので折れて落ちるとかそういう心配はないですね。2人でね寝るんだったら2階1階の分け方もいいと思います。寝袋は正直まだそんなに寒くないので、お腹にかけるだけの役割で使います。ほら、このベッドがね高さが結構あるので、このままよじ登るわけにいかないので、椅子を重ねてこうやって重ねれば上にアクセスできます。気をつけないとねずれたりしたらねこうやって落ちて危険なので、ちょっと注意しながら登ります。おお、こんな感じで上に来ました。朝起きる時にいきなりドーンって起きると頭ぶつけるから、そこだけ気をつければ慣れかなと思います。でも閉所が苦手な人はね多分ね下で寝た方が良さそう。キャンドルウォーマーでコーヒーの香りを嗅ぎながらちょっとゴロゴロして寝ようと思います。寝るときはねもちろん消します。今んとこねほんと不満がなくてすごい楽しんでます。寝てみて明日の朝起きてねちょっといろいろ感想を言おうかなと。とりあえずね今のとこは大満足です。ちょっと気をつけないとほんとね夜中にシェルで寝てること忘れていつも通りバッて起きそうな気がするから、そこだけ気をつけます。はめ殺しの窓がここ真横にあって、朝のね明るさはここで感じられるからね、それはすごいいいなと思います。ではおやすみなさーい。おはようございます。壁近い
圧迫感あって寝れないかなって思ったけど、全然そんなことなくめっちゃ寝れました。天気もいいし、起きるか。今ね、こっから降りてきたんですが、問題なく降りれました。慣れるまではちょっとね、苦労するかも。よし、片付けよう。このね、木の板が重みがね、かなりあるので、確かに移動はね、ちょっと片手でピッとかできないんだけど、代わりにこっちの隅っことかに体が乗っても、こう簡単にペッてひっくり返るね、心配もないのはね、今降りててね、良かったです。これがね、ちょっとここに体重かけてギュンってなったらね、あーって落ちるから、良かったです、本当に。この出入り口のドアがすりガラスなので、ちょっと中が透けて見えるかな程度だから特にカーテンとかしてなかったんですけど、朝の日差しがすごい強かったからちょっと日差しよけに目隠ししました。ここにカーテン1個あってもいいかなと思います。朝ごはん作ろう。私のね、この IH コンロだとこう置くとね、ちょっとはみ出ちゃうし、ここがずれちゃうから横にして使います。まあ問題は全然ないし、これで大丈夫さ。ここを沸かしてる間にウインナーを半分に切ります。ちょっとまな板汚したくないからね、ウインナー入れてきたビニール袋の上で。朝はね、簡単にインスタントのカフェラテ。よし、グリドルさんも温めて、ウインナーサンドにしたいから半分に切ります。パンも焼きます。そしたらこの中に卵。全然中に収まらなかったまあいいか。フライ返しないからこれでチャレンジします。いけるかな。うわ、もう嫌な予感。本当はね、両面焼きたいんだけど、ダメだ。もう蓋して普通に目玉焼き作ればよかった。油引かなかったのが問題か。お、いけ汚い。よし今日の朝ごはんはソーセージエッグマックマフィンみたいになるものだったのとカフェオレです。いただきます。 100% 味が美味しい確定のカフェオレから美味しい。次にいやー、でもパッと見スクランブルエッグ風にも見えるよね。意外と美味しいんじゃないかな。なんか卵混ぜるなら塩コショウすればよかったなって感じ。ウインナーかケチャップのどっちかのね、塩味があれば全然美味しいです。よかった。思ったよりまずくない。ごちそうさまでした。意外とお腹いっぱいになったし、意外と美味しかったです。もっとね、美味しくできたなって思うからちょっと悔しいまあでも卵ね、ちゃんと中火は通ってたし大丈夫そう。片付けたら帰るか。いつもね、車中泊だったら大体この後遊び行ったりするんだけど、人様から借りてる車なので万一があったらね、よろしくないから、今日はこのまま車を愛太野さんのお家に返しに行きます。じゃあまずざっくりした感想は楽しかったです。
だからワクワクが止まらなくて、でもし自分がこの車を買ったらって考えた時に、じゃあここの部分はこういうのつけたいなとか、ここにギャレー作っておきたいなとか、こっち側テーブルと椅子だけど、私はソロだからテーブルと椅子じゃなくってここにソファー置くのもありかなとか、なんかいろいろね妄想をしてて、このシェルってもうほんとそういう自分でちょっと DIY していろいろ付け足そうとか、そういうのをねしたい人に向いてるんじゃないかなと思いました。こういうね壁とかも釘とか打てるので、自分で棚作ったりとか、磁石くっつったらそういう簡単に棚つけたりとか、そういうやり方もできるし、なんか未完成のものを自分で育て上げていくのが好きな人に向いてるんじゃないかなと思ってました。もちろんね、すでに作り付けのこういうテーブルとか、椅子対面に置いて使えるテーブルとか、バンクベッドとか、あと窓とか、標準装備がね十分使いやすいなと思ったので、今のとこなんかこここうした方がいいのにとかいう大きな不満というか使いづらさは感じなかったですね。バンクベッドあと5センチぐらい高いと正直いいかなと思ったけど、この動画ね見てる、ちょっとキャンピングカー興味あるよとか持ってるよとかという方がね出てくる疑問が何個かあると思うんですけど、まず今の時点では FF ヒーターはつけられません。だから冬にちょっと暖かくするグッズは自分で持ってこないと難しそうですね。この先はねわからないというか、この車自体が出来物をそのまま買うっていうんではなくて、まずもし買おうと思ったら打ち合わせをしてどこをどうするかとか、例えばオプションどうするかとか、その時にちょっと FF ヒーターつけるためにこういう風にできませんかとか相談したら、もしかしたらできるかもしれないので、もう要相談っていう感じです。現時点ではつけられませんっていう感じですね。納期はありものをお渡しするわけじゃないから、だいたい3週間ほどです。あとはねその注文した内容によって納期はちょっとね変わるかと思います。どんな軽トラックにでも乗せられますかっていうのだと、軽トラって荷台が2種類あって、標準ボディとキャビンの大きいショートボディ、一応なので価格が2つあって、どっちのサイズもそれぞれ販売してるので、自分が持ってる軽トラとか自分が今後買う軽トラに合わせて購入されるのがいいと思います。あとはね、よくこういうシェルの動画とかにそんなんじゃ車検通らないだろうとか、過積載のことについて書かれてるコメント何回か見たことあるんですけど、もちろんどっちもクリアしてます。車検は出すときはもちろんこのシェルの部分は置いてって、下の車の部分だけ車検になるので、例えば車の中を DIY してよとか、車検通らないリスクとか出てくると思うんですけど、これはもう簡単に言うと上の部分取り外しちゃえば何ら問題ないですね。ということで楽しんで使えたし、すごいやっぱ中で立てるって感動しましたね。なんならちょっと夜ストレッチしてたしね、筋トレもしたけど、それはねすごいいいなと思いましたね。ちょっとガチめに欲しいな。もちろんデメリットもあって、運転してる時にやっぱ高さがあるので風に煽られやすいです。多分これはどのキャンピングカーとかそういうトラックとか背が高いものはね煽られがちなんですけど、とにかく総じて楽しかったですじゃあもうねチェックアウトまであと15分なんで急いで片付けます。ちなみに電源はあんだけ自由に使ったのに 39% ありますね。結構持ちますね。よかった。エアコンを切って後ろの窓、開きすぎちゃったから外から閉めます。はい、では今から帰ります。今回ね、ほんとね、私的に貴重な体験ができて、普段私がしてる車中泊と全然違うって思って、中で建てたりとか、あとは DIY して自分の好きにできるとか、あとは価格が普通のキャンピングカー買うより全然安いとか、なんかすごいワクワクしました。楽しかったです。気になる方はね、概要欄の方からぜひご相談してみると自分好みのが作れるんじゃないでしょうか。一個一個作ってるので、自分の希望をね相談すればそれに合わせた形にね、値段は変わると思うんですが対応してもらえると思うので、ぜひぜひ興味ある方は概要欄から見てみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。